こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポスターの提供でお送りしております。コインポスターが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。先日のオードリー・タンの参戦に続いて、日本から岸田首相や小池百合子氏、石丸伸二氏、ひろゆき氏、田村淳氏、大悟氏、水部青木氏など、数々の著名人の参戦も決まりまして、また話題になっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定で開放してますので、そちらもぜひ見てみてください。で、またこの WebX のチケットに関しては、概要欄のリンクから入っていただくと、通常価格よりも 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味を持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。で、またメンバーシップの方では、毎朝1分で情報収集できるまとめ投稿が動画よりも好評いただいております。こちらは毎朝8時前には投稿してまして、ネット記事や動画よりも手っ取り早く情報収集できますんで、日頃忙しくて情報収集に時間割きたくないとか、動画も見てる暇ないという方はこちらもぜひご利用してみてください。まず昨日の米国のスポットビットコイン ETF のフローは、グレースケールの GBTC の流出がマイナス 0.1 億ドルと収まってはいるんですが、ビットワイズもマイナス 0.1 億ドルの流出と、で、アークからプラス 0.3 億ドルの流入がありますが、ブラックロックはプラス 0.13 億ドルと少ない流入となってまして、全体ではかろうじてプラス 0.27 億ドルの純流入となってます。で、またスポット ETF はグレースケールの流出がゼロとなってまして、こちらも流出が収まってますが、バンエクが流出を記録してまして、そしてブラックロックもゼロと、全体でビビたる流入となってます。ビットコイン、イーサともにプラスとなってますね。一方、香港の方はビットコイン、イーサともにゼロとなってます。で、また先週の仮想通貨投資商品全般の流入額は全体でプラス 1.76 億ドルとかろうじてプラスとなってます。いつもなら他の国がマイナスでも米国が大きくプラスで、全体でプラスというケースが多かったんですが、今回他の国でも全般的にプラスとなっているため、いい兆候であると見られています。通貨ごとではビットコインよりもイーサの流入に助けられている形になってますね。で、また香港の ETF に関しては連日の流入の少なさから規制当局や金融機関、また一般市民がまだ仮想通貨に対してあんまりいいイメージを持ってないと、要はまだ需要がないんじゃないかみたいな見解も出てますね。以前は間接的にでもチャイナマネーが流れ込んでくるんじゃないかという期待もありましたけども、現実は厳しいようですね。あとはオンチェーン関連ですね。メンバーシップの方ではすでにお伝えしましたけども、ラプド BTC の懸念が出てますね。経緯を超簡単にまとめるとですね、ラプド BTC を運営しているビットゴーがビットグローバルとの合弁会社を立ち上げると発表しまして、今後はラプド BTC の管理をその合弁会社に移すと言い出しました。で、このビットグローバルはトロンのジャスティン系列の会社なんで、一部からジャスティンが絡むなら、ラプド BTC はもう信用できないというような批判が出るようになりました。で、実際にメーカー DAO もですね、TUSD がジャスティン参加になってから、全経営陣の辞任、リアルタイム準備金証明の停止、償還サービスの中断、デペグなど、数々の状況の悪化が見られたと、ラプド BTC も同様のことが起きてもおかしくないんで、ラプド BTC 担保での借り入れを停止する提案などを出してます。で、またビットゴー自体も最近ガラクシーデジタルが賠償を取りやめてるんで、ビットゴー自体財務上厳しいんじゃないかという見解も出てますね。ラプド BTC は時価総額13位のイーサリアム上でビットコインとペッグしている通貨なんで、これの需要がなくなると規模はそんなに大きくないかもしれないですけども、間接的なビットコインの売り圧力になるということで現在警戒されています。ラプド BTC は現在ちゃんとビットコインとペッグされてますけども、これが話題になった時は大きくデペッグしてますね。で、この界隈の動きに対してビットコインの CEO やジャスティンは反対の声明を出していますね。ジャスティンはですね、ラプド BTC 自体は何も変更ありませんと。監査はリアルタイムで行われ、ビットグローバルとビットゴーによって完全に管理されています。私のラプド BTC の個人的な関与は完全に戦略的なものですと。私はラプド BTC 準備金の秘密機を管理しておらず、BTC 準備金を移動することもできませんと X に投稿しています。これまでの各プロジェクトの資金関係でもいろいろありましたから、未だに不信感が出てしまうんでしょうね。おそらくこの提携は決行されるんでしょうけど、ラプド BTC が今後どうなるのかにも注目です。あとイーサの方は初期の ICO に参加してた大口のクジラがイーサを売りさばいているのが話題になっていますね。先月から48,500イーサ、約 1.5 億ドル相当を OKX に送ってます。
で、このクジラはまだ15,600イーサほど保持してるんで、売り圧が警戒されてますね。先ほどの ETF の方では流入が見られてますが、先日から過去の事件で回収されたイーサが動き出してたりと、オンチェーンの方では未だ売りが優勢になってます。あとはイーサのインフレも話題になってますね。毎回何かしらの要因でガス代が高騰してるときは、バーン量も多くてですね、デフレになってるんですけども、ここ最近の何もない日だと、ガス代の低下からバーンレートが下がってると、ここ数年で最低水準に達してます。バーン量よりも供給量が上回ってるんで、インフレ傾向となってますね。使ってる側からしたらガス代が安くなることはいいことなんですけども、トレードしかしてない人にとっては価格面でマイナス要素となりますね。ETF とオンチェーン動向があんまり噛み合ってないイーサですけども、今後どうなるんでしょうかね。あと市場に影響ありそうなところでは、トランプ氏とイーロン・マスク氏の対談が X で行われてましたね。当初は日本時間9時頃から開始予定とされてましたが、DDoS 攻撃でダウンしてしまって45分後に公開となりました。で、結局そっから2時間くらい喋ってましたね。イーロンは暗殺未遂事件の後のトランプの対応を称賛して、あの行動を見て支持を決めたとか、トランプはイーロンのリストラに関して称賛したり、お互い褒め合ってたような内容でした。あと2人で現政権、バイデンやハリスへの不満も語ってましたね。ビットコインも対談公開とともに一時上がるような動きを見せたんですけども、ビットコインや仮想通貨に対して特に言及されなかったせいか、対談終了が近づくにつれてしぼんできましたね。ビットコインの価格は現在59,400ドルあたりを推移しております。指標の方では大きな動きはありませんけども、先日日本の利上げ、年内無理見解が広まっているという話をこのチャンネルで取り上げましたが、今回元日銀理事の櫻井誠氏の利上げ年内無理見解がグローバルでも話題になっています。櫻井誠氏はですね、少なくとも年内は利上げできないだろうと語っています。市場の方も再度円安傾向が続いてますね。あと他ではこれは FED の噂もありますけども、イランがイスラエルに対して攻撃を匂わすような発信をしているのが話題になっていますね。これが事実かどうかは別としてですね、この影響からか金ゴールドが強く伸びてまして、再度リスクオフ傾向にあるとされています。先週このイラン、イスラエルに対して米国らが停戦要求の動きに出たのが話題になりましたけども、未だに市場は揺れてる感じがありますね。米国債金利が 3.907 を推移しておりまして、ナスダックが 18,542、S&P500 が 5,350、ダウ平均が 39,357、金ゴールドが 2,475 ドル、日経平均が 35,666 円、ドル円が 147.0 円となっております。個別株の方ではマラソンデジタルが死亡で 2.5 億ドル相当の転換社債、優先株の発行予定を発表しています。またビットコイン買い増しのための資金調達とされてますね。ただマラソンの株価は仮想通貨関連株とともに下がってまして、マイナス 11.27% を記録してます。ビットコインの先物の方では、昨日の夜激しく上下に振ってましたけども、生産はそれほど走ってませんね。オアイア全体でプラス 3.4%、額としては285億ドル相当、比率としては全体ではショートが 51.4%、マイナスミはロングが 63.9% と下寄りになってます。今後の指標としては、本日8月13日に米雇用統計、ドイツユーロの景況感指数、米 PPI、8月14日にニュージーランドの中銀政策金利、米国英国の CPI、8月15日に日本英国の実質 GDP、米小売売上高、フィラデルフィア連銀景況指数、ニューヨーク連銀製造業景気指数などが控えております。市場全体で見ると、日銀の利上げ期待が薄まってですね、円安から再度米株関連への戻りが注目されてますけども、イラン・イスラエル情勢が未だ不安定なせいか、各指数があまり反発していないのと、ゴールドの伸びからするとですね、どちらかというと、リスクオフにまた傾いてる気がします。あと今週からまた重要指標がずらっと並んでるんで、そちらの警戒も走ってるのかもしれませんね。またこの段階でビットコインが伸びてないことから、やっぱりビットコインは未だリスクオン資産として見られてるという見解も出てますね。イーロンとトランプの対談も終わりましたし、また市場全体に釣られて動く展開になるのかなと思いますね。チャートだけ見たら時間足では6万ドルで弾かれて、また再度下へ向かっているような状態です。週足も陽線で確定となりましたが、指標も並んでますんで、結果次第では週の頭は厳しい展開になりそうな気がします。短期では下56,000のラインで耐えられるかどうか、上は62,000の抵抗を抜けられるかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在2680ドル、BTC 建ては 0.0450 と
先週からは上がっております。先物の方では、OI は全体でプラス 5.7%、額としては107億ドル相当、比率として全体ではショートが 54.6%、バイナンスミはロングが 69.6% と上入りになっています。気づけば ETF の流入が見込まれると言われてた8月中旬に差し掛かっています。先週も週間でプラスとなりましたし、今週から ETF の流入が加速するんでしょうかね。先物の方は OI が回復してますが、BTC 建てはまだ抵抗を破ってないような形になってます。オンチェーンの方もどちらかというと暗い話題が多いので、この2つが改善されると、また上への期待が膨らみそうですね。ドル建てチャートだけ見たら、未だ2600の価格となってまして、一番抵抗強そうな2800がまだ遠い形です。ETF の流入が増したタイミングで2800を超えてくると強い形が作れそうですね。明日再度2600抜けた場合、2400で耐えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。民主党支持者の仮想通貨投資に対する世論調査が話題になってますね。パラダイムの世論調査によると、民主党支持者の中で来年中に仮想通貨に投資する可能性が非常に高いと答えた人が 9%、投資を考えている人が 18% ということで、前向きに考えている人は 27% ほどいると。で、仮想通貨はトランプという印象がありますけども、これが多いか少ないかは意見が分かれると思いますが、民主党側も少しは仮想通貨にかける人がいるという結果になってますね。ポリマーケットの大統領選予測では、未だハリスリードとなっております。イーロンとの対談で少し上がるかと思いましたけども、あんまり影響してないようですね。あと他では SEC が 6.5 億ドルを調達したノバテックをネズミ講の疑いで起訴したこと、またタイの SEC がサンドボックスを立ち上げて取引所などの申し込みを受け付けていることなどが話題になっています。あとアルト関連ではカントチェーンが停止したのも話題になってますね。カントの声明ではコンセンサスの問題によるものとしてます。で、その後チェーンは再稼働してますけども、カントチェーンの TBL は下がったまま戻ってませんね。カントの価格は現在 0.061 ドル、時価総額は668位です。チェーン再稼働から価格も反発してます。長期ではそこには掘ってますが、こちらも復活できるのか注目ですね。あと資金調達関連では、利回り調整プロバイダーと呼ばれているヌークレースを開発しているイオンプロトコルが新たに480万ドル調達、合計資金調達額が700万ドルになったことが話題になっています。こちらの今後にも注目ですね。今日このところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。